蚊が腕に止まり、皮膚に化学物質を注入し血を吸い始めます。かゆみを伴った真っ赤な膨らみが現れなければ蚊がいたなんて知る由もないでしょう。嫌な膨らみですが、感染症やさまざまな病気への重要な護衛役を果たす免疫システムに守られているという大切な証でもあるのです。このシステムは細胞や組織、臓器の膨大なネットワークであり、協調してあらゆる脅威から健康を守ってくれます。このシステムがなければ無数の細菌やウイルス毒素にさらされ、切り傷や季節性の風邪のような些細なものも命取りになりかねません。免疫システムは防衛の役割を果たす無数の血球、白血球に頼っています。これらは骨髄で作られます。白血球は体の毒素や老廃物を除去する働きを持つ血流やリンパ系に入り込みます。私たちの体には多数の白血球があります。血液1マイクロリットルには4000から1万1000の白血球が含まれます。白血球は体を循環し、まるで警備員のように血液、組織、臓器に病気の兆候がないか常に監視しています。このシステムが手がかりとして主に使うのが抗原です。これらの病原体や外来物質の表面上の分子の痕跡は侵入者の存在を示します。白血球はそれを見つけるとすぐほんの数分で体の防衛をする免疫反応を作動させます。体への脅威は無数にあるため、免疫反応はどれに対しても適合しなければなりません。これは異なる方法で脅威に打ち勝つためにいろいろな種類の白血球に頼るということです。白血球は多様ですが、私たちは主に2つの細胞グループに分類します。これらは協力して二面攻撃を行います。まず食細胞がマクロファージと樹状細胞を血液に送ることによって免疫反応を開始させます。これらは体内を循環し、出くわしたどんな外来細胞も食作用により破壊します。これは取り込んだばかりの侵入者の抗原を食細胞が特定するのに役立ち、第2の主な細胞グループとして防衛を指揮するリンパ球にこの情報を送ります。リンパ球の一種である T 細胞は感染された体の細胞を探しに行き、素早く全滅させます。一方 B 細胞とヘルパー T 細胞はそれぞれの侵入者特有の抗原から集めた情報をもとに抗体と呼ばれる特殊なタンパク質を作り始めます。これが最も重要な機能です。それぞれの抗原に対して結合できる抗体が作られるのです。まるで鍵と鍵穴のようです。この抗体が侵入者を破壊します。 B 細胞は何百万種類もの抗体を産生し、最悪の事態が中立化するまで体中を循環して侵入者を攻撃します。これと並行して現れる馴染み深い症状である熱や炎症といったものは、実は免疫反応を支援するために設計された過程なのです。高体温は細菌やウイルスにとって繁殖・拡大が難しい条件です。これらが温度に敏感だからです。体細胞は損傷すると液体を周辺組織に漏出させる化学物質を放出し、腫れを引き起こします。これがまた食細胞を引きつけ、侵入者と損傷した細胞を鈍色させます。通常免疫反応は数日で病原体を全滅させます。これで病気にかからないわけではなく、それが目的でもありません。免疫反応の実際の仕事とは、脅威が危険なレベルまで増大するのを止めることなのです。そして絶え間ない監視を通して他の利益ももたらしてくれます。長期的な免疫状態を作り上げるのです。 B 細胞と T 細胞は抗原を特定すると、その情報を未来の侵入者を認識するのに使うことができます。だから脅威が再来しても細胞は影響が及ぶ前に適切な抗体を素早く作り出せるのです。こうして水痘など特定の病気に対する免疫が出来上がります。でもいつもそううまくはいきません。自己免疫疾患を持つ人もいます。この疾患では免疫システムが健康な細胞を攻撃してしまいます。その原因は未だに不明ですが、これらの疾患は様々な程度で免疫システムを破壊し、関節炎、1型糖尿病、多発性硬化症などの原因となります。しかし大抵の健康な免疫システムは一生のうちに推定300もの風邪や数えきれないほどの潜在的感染の撃退に成功しているのです。これがなければそれらの脅威はより危険なものへと増大します。だから次回風邪をひいたり蚊に刺された時には免疫システムのことを思い出しましょう。命の恩人なのです。
自分の体についてよくわからないと感じたことはありませんか？このチャンネルに登録して抜け毛や筋肉の発達、なぜ体のあちこちに体毛が生えるのかなど、様々なことについて学びましょう。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。